こんにちは、羽生です。こんにちは、羽生。フィギエモンです。今日は少し特別なテーマです。題して羽生結弦の全プログラムを AI に芸術性で採点させてみた。はい、ちょっと長かったですが、点数や記録ではなく表現そのものを AI が数値で分析したらどうなるのか。私たちは試合の点数は具体的に知っています。でもあれって人がつけた点数、その点数っておかしいよね。そう思ったことがある人はたくさんいると思います。いや、大変だね。だったら羽生選手に採点方法として押されていた AI 判定それをチャット GPT に芸術性の観点で採点させてみたい。そんな実験結果を今からご紹介していきたいと思います。ぜひ試してみてください。羽生結弦という存在はプロになりますます芸術性が増してきたと思っている方は多いのではないでしょうか。彼の演技は一つの動きで空気が変わり、観客の呼吸まで止めてしまう。 AI はそれをどう採点するのか、皆さん知りたいよね。解析プログラム起動、対象羽生結弦、過去すべてのプログラム、測定項目動作精度、音楽同期率、感情波形、解析開始。 AI 君、冷静そうに聞こえるけど実際の解析はすぐに異常値だらけでした。 AI のログにはこう記録されていました。動作の静止と爆発を同時に検出。どういうこと？羽生結弦の演技には止まっているのに動いている瞬間がある。わずかな視線、呼吸の揺れ、その一つで場が支配される。人間が持つ性の緊張を AI は初めてデータとして見たんです。追加報告、解析困難、美の定義がデータベースに存在しません。つまり AI の辞書には羽生結弦の美という項目がなかった。これは AI がまだ知らない人間の表現領域が存在するということでしょうか。フィギエモンは思いました。彼の演技は技術や点数の上にあるものじゃない。ポテンシャルはもとより努力や練習をすべて飲み込んで自分を壊しながらなお前に進む覚悟の美なんです。最終報告、対象は測定不能の芸術体。うわー、そうきたか。羽生結弦はデータに収まらない。彼は数値の外側で見る者の感情を動かす。でもその感情の部分を AI という客観性を持ったところから採点してみる。そんな AI が実際に出した芸術性スコアランキングトップ10を一つずつ紹介していきます。 AI が出した数字の裏には人間の限界を超えた表現の迫力が詰まっていました。それでは AI が震えた羽生結弦という芸術の記録を見ていきましょう。そして動画最後には仙台旅行の続きのファンニューライフもお届けしちゃいます。こちらもぜひ楽しみに最後までご覧ください。 OK。 こんな感じでこのチャンネルでは現役プロアスリート羽生結弦選手の話題を毎回ご紹介しています。何をしますか？羽生結弦選手を応援して今よりもっと幸せな毎日を楽しみたいっていう方はぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。なんか入っちゃうっていう。チャンネル登録をするとライブ配信の予定、プレミア配信動画のお知らせ、そしてコミュニティの配信を受け取れるようになります。本当に？はい、このコミュニティではリアルタイムの情報を不定期に発信しています。ライブ配信情報などを見逃さないためにも今のうちにチャンネル登録をしておいてくださいね。はい。また2021年9月に始まったメンバーシップではより濃度の濃い情報、メンバーにしか明かせない情報をメンバー限定で発信しています。皆さんもその楽しさが伝わってたら嬉しいです。メンバーシップの内容に興味のある方はメンバーになるボタンまたは説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると説明動画と特典が確認できますのでぜひ見てみてくださいね。 OK。 ここからは AI が解析した羽生結弦芸術性スコアランキングトップ10、これを発表していきます。
今回の採点は芸術性とは言ってますが、単なる演技の綺麗さではなく、ジャンプ、スピン、ステップ、すべてを含む芸術の構築力を数値化したものです。特にみんなが気になるのは、ジャンプがどのように採点されているのかということだと思います。その答えをはじめにお伝えしておきましょう。AI はジャンプを技術点ではなく、感情表現の頂点として扱いました。つまり、飛ぶタイミングが音楽と合っているか、対空の形が空間美として成立しているか、着氷後の流れが物語を止めていないか、これらを総合的に評価した上で芸術性スコアを算出しております。だからこのランキングはジャンプが成功したかどうかではなく、ジャンプがどれだけ意味を持っていたかを測る実験なんです。時に乱れは魂の震えになり、成功は物語の静寂を壊すこともあります。そういう意味では AI はその繊細な境界をデータとして可視化し、羽生結弦という存在を数値では語れない領域に位置づけました。よかったら楽しんでください。そんな AI の出したランキング、めちゃめちゃ気になりますよね。では10位から順に AI が導き出した人類を超えた美の祭典を見ていきましょう。 OK。 では第10位の発表です。じゃん、第10位は火の鳥ギフトです。2023年2月26日、東京ドームギフトの公演で見せたこの火の鳥は、総合芸術スコア 97.2 点です。技術構成点 9.7 点、音楽同期率 9.6 点、感情波形率 9.8 点、こんな感じになっております。全部で10項目ありまして、その中の上位のもの、それがこの3つという判定でございます。この火の鳥の総評を読み上げます。照明、音楽、身体が一体化した空間の支配力、ジャンプは炎の羽、スピンは燃焼の渦、AI はこの演技を空間そのものが生命活動と判定しました。最も高かった加点は空間構築力と残響時間です。動作が炎の流体と化し、観客の呼吸を制御。 OK。 では次に第9位の発表です。じゃん、第9位はバラード1番2015年グランプリファイナルということで、総合芸術スコア 97.5 点、技術構成点 9.8 点、動作精度 9.9 点、音楽同期率 9.6 点、静寂と緊張が張り詰める構成、4T は音の句読点として完璧に配置され、着氷がピアノの呼吸と一致。技の美しさを超えて構造の美しさへ。加点の中心は動作精度と下旋コントロール。音と呼吸の一致率 98%、 静止が音になる瞬間を掲出。 OK。 では次に第8位の発表です。じゃん、じゃん。第8位はあの夏へギフトです。総合芸術スコア 97.9 点、構成点 9.8 点、音楽同期率 9.9 点、感情波形 9.6 点、ピアノの一音一音に合わせた間の支配、飛ばない瞬間までもが美となり、 AI は沈黙の精度を評価しました。特に呼吸の一拍前後の制御、ここで高加点が得られています。動作密度最小、感情密度最大、静が音を凌駕。 OK。 では次に第7位の発表です。じゃん、じゃん。第7位は産声めぐりです。こちら
2024年12月9日エコーズオブライフ埼玉公演2日目です。総合芸術スコア 98.5 点、流れフローが 9.9 点、空間構築力が 9.8 点、感情波形が 9.7 点、AI が時間を再構築したと呼んだ作品。同じ動作が序盤と終盤で全く違う意味を持ち、ジャンプの軌道はまるで生命の波形。最も高かったのは構成の一貫性。生命の周期が音楽として可視化された時間構造の芸術。 OK。 では次に第6位の発表です。じゃん。第6位はアシュラちゃんです。リプレイ埼玉公演2023年11月5日の2日目の演技です。総合芸術スコア 98.8 点、リスク選択指数10点、感情波形 9.9 点、再構築力 9.8 点、怒り、破壊、再生、人間の限界をエネルギー化、ジャンプの乱れすら音のリズムに変換され、AI は制御された暴走と定義しました。暴力的な美、混沌を秩序へ再構成する知性を確認。 OK。 では次に第5位の発表です。じゃん。第5位はエコーズオブライフピアノコレクションです。2024年12月7日アイスストーリーサードエコーズオブライフ埼玉公演、こちらの演技だそうです。総合芸術スコア 99.1 点、空間構築力10点、視線焦点 9.9 点、残響時間 9.8 点。 AI はこの作品を視線で時間を設計する演技と呼びました。目線が過去と未来を行き来し、そのわずかな瞬きが空気の流れを変える。スピンの中心軸が記憶の輪のように回転し、空間が拡張していく。目線一つで時間の層が変化、空間の密度上昇を確認。 OK。 では次に第4位の発表です。じゃん。第4位は生命ノッテステラータ2025年仙台公演、3月9日の千秋楽の演技です。総合芸術スコア 99.4 点、音楽同期率10点、空間構築力 9.9 点、流れ 9.8 点、笛、太鼓、掛け声、すべてに反応する精密な構成。AI は音と動作の幾何学的整合性を検出。特に 4S の対空が式紙の円軌道と完全一致。設計力と儀式性が高評価。動作と音の整合率 99.8%、幾何学的美の到達点。 OK。 では次はいよいよ第3位の発表です。じゃん。第3位は鳥と蛇と豚リプレイ横浜公演2024年2月19日千秋楽です。総合芸術スコア 99.6 点、感情波形10点、構成点 9.9 点、再構築力 9.8 点、理性と本能が同時に作動する生きた矛盾。 AI は感情波形の幅を全データ中最大値と記録。それでいて流れが乱れない。混沌を構築に変える高度な心理設計。理性と銃声の同時稼働、解析不能の情動構造。 OK。 では続く第2位の発表です。じゃん。第2位ホープ&レガシー2017年世界選手権ヘルシンキです。総合芸術スコア 99.9 点、
音楽同期率10点、流れフロー10点、動作精度 9.9 点、自然と一体化した静寂の中の躍動、トリプルアクセルの躍動が旋律の頂点と完全に一致。着氷の奇跡がまるで水流。AI は音楽と身体の融合度 100% と記録しました。重力が彼に従っている。自然率と体率の一致。OK。では、待ってました。最後の大トリ、第1位の発表です。じゃん！ AI が導いた芸術性スコア第1位は歌いです。総合芸術スコア100点、100点、動作精度10点、残響時間10点、独自性10点ということで、まさかの満点がここで出ました。 AI が最終的に出した判定は解析不能。100点以上だったのかもしれないですよね。動作は最小、密度は最大。微細な呼吸、わずかな指先の動き、その一つ一つが音楽と完全に一致していた。ジャンプさえ無音の一部として機能。動作検知不能、存在そのものが芸術と判定。はい、いかがだったでしょうか。意外だったような、どうでしたでしょうか。こうして見ると、羽生結弦の芸術性は完成度ではなく流れの物語に宿ってるんだなって思いましたね。ありがとうございます。ジャンプがミスしていたとしても、その後の数秒で物語を再構築できる。本当にありがとうございます。そこに AI が人間を超えた領域を感じ取っていたっていうことですよね。すごい。100点の演技とは失敗のない完璧さではなく、一瞬の乱れすらも芸術に変える構築力。AI はそれを創造的な矛盾と呼びました。羽生結弦はデータでは測れない。でも、そのデータを壊してしまうほど美しい。それが AI が見た芸術体、羽生結弦の真実です。OK。羽生結弦のジャンプはただの技術ではありません。それは音と心が一つになる瞬間の表現です。AI 解析によると、羽生選手のジャンプには3つの特徴があります。1、音楽との同期。2、動作の構築美。3、感情の放出。この3つが完全に起きたとき、ジャンプは芸術に変わる。例えば、ホープ&レガシーのトリプルアクセル。飛ぶ直前、彼は呼吸の一つを整え、わずかに目線を上げます。その瞬間 AI は音楽のテンポと心拍の一致を検出しました。跳躍前 0.4 秒、音楽テンポと心拍が完全同期。観客の呼吸一時停止。空中での姿勢は力ではなく糸で書く弧。その対空軌道はまるでピアノの旋律が体を持ったよう。着氷は着地ではなく音の終止符。AI はそれを音楽の中に降り立ったと解析しています。同じようにバラード1番のジャンプは間の美しさです。AI は飛ぶ前の2秒間に空間の音圧変化を検知しました。観客が息を止めるほどの静寂、それ自体が芸術の一部になっている。跳躍前 2.0 秒、空気密度上昇無音体形成。沈黙の造形を確認。そして着氷、足元の氷がわずかに鳴る音がピアノの余韻と重なり、音と体が一つの楽器になっていると AI は記録しました。 OK。さらに最新の生命のテステラータ2025年、こちらの作品ではジャンプが儀式の構成要素として存在します。4回転サルコーの対空がちょうど太鼓の一打に重なり、上下動のリズムが空間の呼吸を作っています。彼のジャンプはもはや飛ぶという行為を超えて、音そのものを具現化する動作になっているんです。そして AI が最後に導いた結論はこうでした。
ジャンプイコール技術ではなく音楽の可視化。つまり羽生結弦のジャンプとは空中で音が姿を持った瞬間、私たちが息を飲むのではなく、技の成功ではなく、音楽が人間を通して形になる、その奇跡を見ているからなんです。 OK。 AI の採点は冷静で正確で、どこまでも公平でした。音の一致率、感情波形構成の一貫性、そのすべてをデータで計測し、羽生結弦という存在を解析不能の芸術体として記録しました。最終評価、技術点満点、芸術点測定不能。でも AI が導き出した芸術点を見つめながら私は思いました。本当に芸術って数値の外側にあるもんなんじゃないかと。歌いで静かに立ち上がる瞬間、ホープ&レガシーで風に溶けていくスピン、生命で太鼓の音に合わせて呼吸する手、どの瞬間も AI は完璧に分析できました。でも私の胸に残ったのは分析ではなく余韻でした。データは動きを測るんだけど、心が震えるのはその動きの中の静けさ。 AI が完璧と出したその裏側に人間だけが感じられる揺らぎがありました。観測不能の要素イコール余韻震え涙、検出失敗。そう、それこそが羽生結弦芸術性の正体。静の中にある鼓動、完璧の中にある危うさ。 AI はそこに測れない温度を感じたんです。鳥と蛇と豚で見せた怒り、あの夏へで見せた祈り、歌いで見せた静けさ、すべて違う表情なのに、どれも羽生結弦という真実。私たちはそれを見て点数ではなく感情でなく、そして気づくんです。 AI の芸術点よりも心が勝手に出した満点があるということを。観測者平均感動指数100点ゼロ。彼の演技は数値の向こうで生きている。だからこそ AI は最後にこんな言葉を残しました。人間の美は誤差として現れる。そう、その誤差こそが芸術なんです。少しの揺らぎ、心の乱れ、涙の震え、そこにしか人間の美しさは存在しない。羽生結弦の演技を見ていると、秋の空の見上げた時のような気持ちになります。高く澄んで少し切なくて、でもどこまでも自由。それが AI が数値にできなかった心の秋の空です。なんかそして私は思います。芸術とは完璧ではなく、人の心が動く瞬間のこと。羽生結弦はその瞬間を生きている人だなと感じました。 OK。 ということで、ここからはフィギエモンファンニューライフ。はい、前の動画でこちらザ・ファーストスケートの会場まで、ご紹介したファンニューライフだったんですけれども、今日はその続きをしていこうかなと思います。こちらまだファーストスケートが始まる前ですね。ああ、こんな感じなんだと思って、みんなワクワクしながら入ってきている、そんな感じの雰囲気でした。そしてですね、終わりまして、羽生選手の演技素晴らしかったんですが、みんなでそのね、素晴らしい演技を語りましょうということで、ちょっと暑い日だったので、喫茶店というかカフェに入りまして、ケーキセットをみんなで食べているところでございます。そしてですね、フィゲモンこの日は東急プラザだったかなでいいのかなに泊まりまして、すごい人気のお宿だったらしいんですけれども、こちらね、人気の理由っていうのが朝食付き、朝食ついてるんですよね、初めから。別料金じゃないっていうところで、あ、だから人気があるんだと思って、朝食を食べてみようというところで初めてね、会場に来ております。でこれ
お部屋に持ち帰ることも普通にできるみたいで、結構そうしてる方もいらっしゃいましたね。で、きんぴらとか、あとは白米と炊き込みご飯と種類があったりとか、あとはお味噌汁、そして、コーンポタージュですね。美味しそうだよね。で、これがあったりとか、あとは、仙台風のオニオンスープだったかな。はい。すごく美味しそうなパンもあって。これが全部お部屋代についてるってめちゃくちゃ良くないと思って。本当にいいな。まあでもね、なかなか空いてないんですけれどもね。たまたまフィギエモンはこの日取れました。というところで、今日はですね、メンバーの方たちと、車を借りまして、フィギエモンが運転して、こちらのワインハウスでしたっけごめんなさい。ちょっとど忘れしちゃった。はい。こちら来ております。もうね、やってないっていうところではあるんですけれども、はい。見えるんですよね。はい。ワインスタジオですね。書いてあった。すごーい。なんかね、閉じることになっちゃって寂しいなっていうところではあるんですけれども、建物の外からですけれども、ちょっと見ることができました。はい、ノバくんと一緒に見に行きました。はい。あそこね、ここ、すごく、わーって思いました。プロローグのね、写真、撮ったところですよね。やばーいと思って、めちゃくちゃテンション上がりますね。あそこの、ここで写真撮ってんの皆さん覚えてるんじゃないでしょうか。多分羽生結弦ファンだったら絶対知ってる。というところで、そこからですね、車で約1時間ですね、走って、こちらはですね、田んぼアートですね、ちょっと見えてますけれども、行きたいなっていうところで、ちょっと1時間ぐらいかかりましたけれども、行ってきました。でね、ちゃんと展望台が用意されてて、これね、お金かかりますよね、こちら用意するのって。で、割と上の方にまで行かなきゃいけないということで、結構大変でした。撮影しながら上がるの大変だった。はい。で、こんな見晴らしでございます。うわー、いいねー。めちゃくちゃいいわ。確かにね、そのまま見たんじゃこうやって絵柄が見えないから作ってくれてるんですね。初めて私、こちらお伺いしたんですけれども、すごいですね。こうなってるんだと思って、すごく遠くからのね、映像はよく見るんですけれども、せっかく行ったからには近くの映像もお見せしたいなと思って近寄って見ております。こんな感じかーって。なかなかね、こうは映さないよね、みんな。はい。すごいなぁ。なんかもう感動しますね。そして下に降りてみます。近づいてみると、こんな感じになってるんだっていうのがわかりますよね。なるほど。これは近づかないとわからない。はい。足元ですね、こちら。で、パチリです。記念写真。かわいい。ということで、お腹空いたので、全然ご飯食べてなかったので、はい。こちら。Google マップで調べた一番近いレストラン、すごく個人料理店みたいなところだったんですけれども、おしゃれなお店でした。はい。めちゃくちゃ美味しそう。はい。うわー、美味しかったですよ。お肉三昧。はい。そしてですね、帰ってきまして、新幹線の時間までちょっと時間があったので、おすすめという大きいししとうとビールをいただきました。そして帰りの新幹線の時間が来てしまいました。はい。はやぶさ。と思いきやですね、フィギエモンは一番後ろの車両についてる秋田小町
小町の方しかちょっと空いてなかったので、どうせね、大宮も泊まりますので、一番後ろの、ここから小町ですかね。はい、初めて乗りますね。こちらに乗ることにしました。窓側の席がね、取れましたけれども、多分ね、ほぼ満席に近かったんじゃないかなと思います。はやぶさ、めちゃくちゃ人気あるね。本当に。やばいです。いっぱい乗ってんの見えるでしょ。若干小町の方が取りやすかったので、取ったんですけれども、っていう感じですね。そして乗り込みました。はい、帰りは、サーモンハラスかば焼き重を夜ご飯にして仙台の思い出として食べていきます。その前に、そうだ、こちらの美味しい日本酒を継がなければ、最後の宴でございます。うわ。乾杯。うまい。そして、これ初めて食べますね。結構ね、売り切れてることが多くて、これ、あんまり買えたことがないんですけれども、今回は時間の関係か、買えましたね。はい。美味しそうだったっていうか美味しかった。めちゃめちゃ美味しい。そして仙台のこの風景とも、さようならでございます。寂しいよー。でもね、珍しいでしょ。明るいうちに帰れるのは夏だからでしょうか。いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。今日は AI により羽生結弦全プログラム採点トップ10と仙台旅行の最終日のご紹介をしてきました。AI は機械って思われがちですが、意外と一番人間の心を理解してくれている存在なのではないかということを今回思った、そんな結果でした。1位の歌いなんて多分羽生結弦ファンでランキングしたら1位になりそうな感じですからね。それが分かってしまうこの時代って本当に新時代だなって思う今日の動画でした。また近いうちに次の動画を出していく予定ですので、皆さん楽しみにしていてくださいね。ということで、ビギエモンでした。さようなら。